今日は稲取の金目です。これをさばいていきます。まず金目を買う時のポイントが、見ての通り鱗が全然剥がれてない、ビシッと鱗がついてるっていうのが、これが要は網でも割れてなくて魚が傷んでない、そういう証拠になるのと、目もポイントですけどね、金目は比較的ね目が綺麗だけど、これはもう特別、なんか向こうが透き通ってる、なんか水晶みたいになってますね。これもポイントの一つです。あとこのブランド、もう稲取といったらもうトップブランドになるので、そのブランドを買うのが間違いない一つですね。じゃあおろしていきます。まずは鱗取りから。まず軽く濡らして、カマのこの境とかこの辺取りづらいんで、金目はもうね全て食べれるので、こういう頭の部分のこういうところとか、あとこの頬の上、目の下のここにもこう鱗がついてるんで、ここも綺麗に取ってください。煮付けとかね、酒蒸しとかね、頭もねすごい美味しいんで、鱗を取っとかないと口の中残るんで。鱗取ると色が変わるから一目で分かります。残ってたらね、分かりやすいね、これね。本当そうだね。はい、鱗取れた状態です。はい、エラから取ります。エラにこう手を入れてもらって、エラとこれの付け根に包丁を入れてもらって、そのままエラのカーブに合わせて包丁を入れてってください。こっちも同じように。では外します。はい、次に今度内臓を取っていきます。通常こう入れたいんだけど、こうすると内臓の中を傷つけてしまうので、お腹を割る場合は必ずこの逆さに包丁を持って、でこう頭に向かって切ってください。中まで包丁入れちゃうと同じように内臓を傷つけちゃうので、ほんとちょっと入れば大丈夫です。はい、こんな感じでなります。苦玉とか苦いのがあるんで、それをこう傷つけないように、この身とひっついてるところ外していってもらえば簡単に取れます。はい、こんな感じですね。はい、で金目煮付けにする際はね、この肝もとても美味しいんで、捨てずに取っておいてください。で肝取るときは肝についてる部分をきれいに外してもらって、こんな感じです。はい、じゃあ次にお腹の中洗っていきます。3枚におろす前にね、血合いをきれいに落とすことで、魚が生臭くなるかならないかが本当変わってくるので、面倒くさくても頑張ってきれいにしてください。この血合いをきれいにするのはもうあれなんですね。もうどの魚も共通なんですね。そうですね。もうどの魚も。じゃあせっかくいい魚買っても、ここの処理を怠ると。そうそう、生臭くなっちゃいます。血合いが全くなくなるまで、はい、きれいにしてください。はい、これから3枚におろしていきます。まず頭を落とします。その際、ヒレと腹びれとこっちに倒してもらって、この境に包丁を入れて、この斜めにスポンと下ろします。こう入れて、金目はね、頭はね、もう本当に美味しいんで、煮付けとか酒蒸しで美味しいんで、そしたらもうこの時点でこの中骨、包丁入れて落としちゃってください。こうやって。はい。次に反対側、このままひっくり返してもらって、でまた同じようにこうヒレをこう倒してもらって、ここが硬くなってるんで、ここに沿って包丁入れます。そうすると向こうと同じ場所に包丁が入ってるんで、あとここまでいったら向こう切れてるんで、こんな感じでパクッと。はい。これを3枚におろしていきます。まず腹側から包丁入れます。ほんときっかけ程度で何ミリか 1,2 ミリ3ミリとか入れてもらって、で2回目次にこの中骨に沿って
まで真ん中の骨のとこまで包丁入れます。そしたらこの状態からこうひっくり返して、今度背中の部分同じようにきっかけでこう、ちょうど背中がこうあったらこんな感じですね。はい、で若干こう斜めにこうまっすぐじゃなくて平行じゃなくて若干斜めにこう包丁入れて、次にこの中骨に沿って包丁入れていきます。金目は柔らかい魚なんで、あんまりこう身をねこうやってグーグーとかって持ってくと本当すぐ身割れしちゃうんで、優しく扱ってください。そしたら次尻尾の方をまず落とします。であと残ってるのはここの身なので、こうあんまりここも引っ張っちゃうと身が割れちゃうので、このままさっと引きます。そしたらこんな感じで、反対側も同じように、はい、三枚おろしの完成です。そしたら次にこのガンバラを落としていきます。ここが美味しいところなので、骨に沿ってなるべく骨に身がつかないように下ろしていってください。で反対側も同じように、この逆さの包丁を入れてもいいです。で次にここを下ろす時は柔らかいので、柳刃とか切れる包丁で薄く、もったいないんでこう引いてください。じゃあ次に骨を抜いていきます。ここに骨があるのでここを抜いていきます。まずここを触ってもらうとチクッとするんで、ここの骨からこんな感じです。そしたら次に上から、もうこの辺で骨ないです。はい、はい、こんな感じです。金目のしゃぶしゃぶ盛り付けます。皮ごと盛り付けます。まず最初の1枚はこういう感じで、これは使いません。じゃあ2枚目からいきます。脂のある金目は特にこの身と皮の間に脂があるんで、特に皮がね剥がれやすい。はい、出来上がりです。今日の金目のしゃぶしゃぶはちょっと違ったしゃぶしゃぶで、つゆの作り方なんですけど、これが通常の昆布とかつおの合わせだしになります。贅沢に使います。ちょこっと切って出します。皮の部分は入れずに。これで金目しゃぶしゃぶで食べます。ちょっと高級すぎますね。超高級。極上金目がもったいないっていう話もなくはないんだけど、まあ普通と違う食べ方、それをこう提案するのがこのチャンネルの特徴でもあるので。今日の金目鯛のしゃぶしゃぶです。明太子スープで食べます。1、2、3、4、5。ああ、いい感じ。よし。なんか金目もったいない気がするけど、いやすごい、これはすごい。なんか自然に笑っちゃってたじゃないですか。なんか美味しい、本当に美味しいんだろうな。いやこれすごい。3、4、5、こんぐらいでいいですか？うん、全然問題なかった。4でもいけたかな。
そんな感じです。ちょっと笑えますね。そんな感じ。めちゃくちゃ美味しい。相性抜群で。うん。この明太子のスープもめちゃくちゃいいですね。ね。うん。相性抜群。恐れ入れました。いや、これは一回食べた方がいいですね。美味しい。マジで美味しい。うん。これは美味しい。まあ、金目がめちゃくちゃ美味しいんで、癖がないっていうのもあるけどね。そうですね。もしね、何かこういう機会があれば、ぜひやってみてください。ご視聴ありがとうございました。